電解マーキングとは、シルクスクリーンの版を使って電気を通しながら金属に印刷する方法です。電解液という液体を使い、絵柄の部分を腐食させることで、その部分が黒くプリントされます。インクの代わりに電気の力を使ってプリントする不思議な方法です。印刷のステップを詳しく紹介します。原稿の作り方はシルクスクリーンと同じように黒一色で作成します。素材ごとにテンプレートを使うと印刷できる範囲やサイズ感がわかるのでおすすめです。絵が完成したら次は製版です。製版の際は200メッシュを使用しましょう。スリマッカで使用する版の場合は70メッシュと120メッシュですが、電解マーキングではそれよりも目が細かい200メッシュを使います。200メッシュを使う際は必ずクリーナーをかけます。製版したままのサイズだと印刷する際に邪魔になってしまうので、素材よりも大きめに余白を残し、ハサミで切っておきます。プリントはこの機械を使って行います。素材の上に版を置き、その上をハンドマーカーでなぞると、版の穴から電気が通りプリントされる仕組みです。基本的には機械のオンオフのスイッチを操作するだけなので、とても簡単です。まずは電源を入れる前に作業の準備を進めます。素材の印刷面をクリーナー液を染み込ませたペーパーなどでしっかり拭き取っておきます。手前のプレートの上に印刷する素材を置きます。このプレートの上に置かないと素材に電気が通らず印刷できないので注意しましょう。そしてハンドマーカーに電解液を染み込ませておきます。素材の上に版を密着させるため、まずは素材の擦りたい部分をハンドマーカーでなぞって電解液を下塗りします。ここも電源はオフのままで大丈夫です。そこにツルツル面を下に版を置きます。これで準備は完了です。電解液を下塗りする際、印刷部分以外に液体がつかないように注意してください。液がついたまま印刷を進めてしまうと、プリントしたくない部分も黒くなってしまう可能性があります。液がついてしまったら、プリントする前に必ず拭き取っておきましょう。電源をオンにして印刷していきます。絵柄がハンドマーカーの幅より大きい場合は数回に分けてなぞりましょう。版を手で押さえ、ハンドマーカーでなぞります。ハンドマーカーは角ではなく、底の平らな面を印字面に垂直に当ててなぞっていきます。印刷ができたら電源をオフにします。続けてプリントする場合、ここで電源を切るのを忘れて次の素材を下塗りしてしまうと真っ黒になってしまうので、必ず電源を切っているか確認しましょう。最後にもう一度クリーナー液を染み込ませたペーパーで拭き取って完成です。たわしなどで金属が傷ついたり擦れてしまうと、印刷部分も削れてしまうので優しく洗うようにしてください。ジャムで販売している素材はすべてステンレス製できれいに印刷できますが、ステンレス以外の金属素材はほぼ見えなかったり、ぼやっとした仕上がりになることがあります。またステンレス製でもコーティングがしてあるものは印刷がきれいにできない場合があります。素材を持ち込んで印刷される際は、きれいにプリントできるか必ずテストしましょう。